ご視聴ありがとうございます。スカイリム面白死体研究会会長のめいめいひまりです。今夜も私が選んだとっておきの面白死体を紹介するわ。今回紹介する死体は、ドーンガードの石膏よ。彼は見ての通り名前なしの一般ドーンガードよ。私は彼らと出会うといつも思うことがあるのだけど、どう考えても幹部連中より一般ドーンガードの方が強いのよね。とはいうものの名前がない NPC は基本的に保存できないからこれまで取り上げることがなかったのだけど、今回奇跡的に保存可能な個体が見つかったから紹介することにしたわ。彼がどこに出現してどうやって保存するかは後で説明するとして、まずは性能を見ていくわよ。始まるよー。ドーンガードの石膏は片手武器と両手武器を得意とする軽装戦士よ。攻撃力はそこまで高いわけではないのだけど、それでもそこらの幹部連中よりは高いダメージを与えられるわ。しかも全身に鎧を着てるから防御力ならどの幹部よりも上よ。防御の適性もあるから盾を持たせればさらに耐久力を上げることができるわ。ドーンガードといえばクロスボウのイメージだけど残念ながら彼らは弓術の適性は持ってないわ。それでもパークが優秀でクロスボウを持たせてもそれなりに高いダメージを与えられるから、近接武器とクロスボウ両方持たせて使い分けるのがバランスがいいしイメージにも合うんじゃないかしら。説明しよう。次はステータスを見ていくわよ。これがドーンガードの石膏のステータスよ。見ての通りパークがかなり充実してるわ。特に重要なのがエクストラダメージ2を持ってることね。これは片手武器と弓のダメージを2倍、両手武器のダメージを 1.5 倍にする NPC 専用のパークよ。NPC の中にはエクストラダメージ 2.5 を持ってるものも多いから攻撃力の面では最強クラスというわけではないのだけど、それでもパークを持ってない死体より高いダメージを与えられることは間違いないわ。彼らの特に優れている点は全身に防具を着ていることね。防具は着ているだけでダメージカット率にボーナスが入るから、それだけでほとんどの死体より防御力は高くなるわ。しかも軽装の適性とパークも持っているから、防御力なら死体の中でも優れている方だと思うわ。両手武器の適性もあるのだけど、体力は低めだから防御力重視で盾を装備させた方が安定すると思うわ。彼らの種族はノルド、インテリアル、レッドガード、多くの中からランダムで選ばれるのだけど、種族によって微妙にスキルレベルが変わってくるわ。両手武器を使わせたいならノルド、片手武器を使わせたいならレッドガードの方が有利になるわ。片手武器と盾を持たせれば攻守のバランスが良くなるから、私としては片手武器スキルが高いレッドガードにするのがおすすめよ。死んでくれません？それじゃあ入手方法を説明するわ。ドーンガードのクエストで吸血鬼になるルートを選んでから、ブラッドストーンの聖杯を終わらせると、ランダムでドーンガードに襲撃されるようになるのだけど、その中でもゴルキハル城前に出現する個体が、ドーンガードの石膏よ。普通はこういうランダムに襲撃してくる NPC は保存することができないのだけど、彼らのうち1体を倒してから、離れた場所で30日経過させて戻ってみると、この通り死体が消えずに残っているわ。ただしもう一体を倒してしまうと、離れてから戻るだけで死体は消えてしまうわ。つまりどちらか一体を生かしたまま残しておけば、もう一体は消えない死体として残しておけるというわけね。この手の NPC は一度でも離れると消えてしまうか、一体でも倒すと消えるパターンが多いから、一体倒した場合だけ保存できるという条件はなかなか盲点だと思うわ。彼らは地上と塔の上に一体ずつ現れるのだけど、塔の上の方は残しておいてもそんなに邪魔にならないから倒すなら地上の方ね。彼らの中身はプレイヤーのレベルに応じて雑魚山賊のどれかから選ばれるのだけど、プレイヤーのレベルが29以上なら、山賊の略奪者と同じステータスになるわ。プレイヤーのレベルが38以上なら最高ランクの山賊略奪団と同じステータスになるのだけど、レベルを上げすぎると蘇生できない死体が多くなるからおすすめはしないわ。彼らは全身に軽装備を着てる場合が最も防御力が高くなるのだけど、大抵は重装と軽装をごちゃ混ぜで装備してるわ。だからもし重装備を着てたら装備をすべて剥ぎ取ってから蘇生して、大きめのロードを挟めば装備が復活するから、これを繰り返せばすぐに全身分の軽装備が揃うわ。そうしたらそれらを渡してから蘇生して、大きめのロードを挟めば全身軽装備で揃えることができるわ。彼らはドーンガードが壊滅すると再出現しなくなってしまうから、死体の確保はその前に済ませておく必要があるわ。逆に言うと事前に死体を確保しておけば、ドーンガードを壊滅させても彼らが消えることはないから安心してね。ご視聴ありがとうございました。
というわけで今回はドーンバードの石膏について紹介したわ。強さで言うとそこまででもないのだけど、こういう襲撃してくる NPC で保存可能なものはほとんどいないから、死体コレクターならキープしておきたい一体ね。それじゃあ今回の動画はここまでよ。よかったらいいね、高評価してもらえると励みになるわ。またね。